はい、皆さんこんにちは。今日は大阪の北浜の近くにあります高麗橋というところに来ています。ここは明治時代にいろいろな街道の起点と定められたところで、はい、こちらに利定原標跡というのが立っています。今日はここから暗がり越え奈良街道というのを通って小間山を越えて奈良の方に行こうと思います。はい、その後は奈良の桜井から伊勢本街道というのを通って伊勢神宮まで行こうと思います。はい、今日は伊勢神宮への道の1日目です。はい、それでは出発します。江戸時代、多くの人々が一生に一度は訪れたいと願った場所、伊勢神宮。天照大神を祀る日本最高の聖地として全国から熱い信仰を集めていました。当時、庶民の間でお伊勢参りが爆発的に広まっていきます。その理由の一つが伊勢講という仕組みです。村や町の仲間同士がお金を積み立て、くじで選ばれた代表者が伊勢へ参拝しました。また、街道や宿場町の整備が進み、人々が安全に長旅できるようになったことも大きな要因でした。遠くへ出かける機会の少なかった当時、お伊勢参りは一生に一度の大イベントだったのです。こうした背景のもと、約60年に一度、おかげ参りと呼ばれる大流行が起こります。最盛期には年間で数百万人とも言われる人々が伊勢を目指しました。さらに街道沿いの人々が旅人に食事や宿を無償で振る舞うお接待の文化も広がり、見知らぬ者同士が支え合いながら旅を続けていきました。今回歩くのは大阪から伊勢へと続く伊勢本街道です。伊勢本街道は大阪玉造稲荷神社を起点に東へ進み、難所暗がり峠で生駒山地を越えて奈良へ入ります。そこから長谷寺、灰原、宇陀の山里を縫うように遥か伊勢へと至る全長およそ170キロの道です。江戸時代の旅人はこの道をおよそ5、6日で歩いたと言われています。それでは当時のお伊勢参りの足跡をたどりながら巡礼の旅へと出発しましょう。はい、高麗橋から東に進んできまして、こちらの北の方には熊野古道紀伊寺の八軒谷浜があります。はい、ここを右に曲がります。はい、しばらくは、熊野街道と暗がり越え奈良街道は同じ道を通っていきます。はい、ずっと南に下ってきまして、はい、ここで左に曲がります。はい、谷町6丁目の交差点近くなんですけれども、ここで熊野街道と分かれます。こちらに行くと熊野街道なんですけれども、このまま東に進みます。はい、玉造稲荷神社にやってきました。玉造という地名は古墳時代に勾玉を作る玉造部が暮らしていたことに由来します。玉造稲荷神社の創建は今から2000年以上前と伝えられ、聖徳太子が物部氏との戦いの際に戦勝を祈願した地とも言われています。後に豊臣秀吉秀頼により大阪城の鎮守として厚く崇敬され、大阪の陣で焼失した後も徳川幕府によって再興されました。江戸時代、お伊勢参りのブームが高まると、ここで旅の安全を祈願し、伊勢本街道へ向かう玄関口となりました。
はい、こちらに伊勢参宮本街道の旅という石碑があります。今日出発してきた高麗橋は明治時代に起点と定められた場所なんですけど、江戸時代ではここ玉造稲荷神社が伊勢参りの起点とされていました。江戸時代の人々はここを参拝してから伊勢に旅立ったと、そういうことですね。はい、こちらの社務所で伊勢参宮本街道工程図というのを購入しました。はい、結構地図とかも詳しく載ってそうなんで、これから使えるかなと思います。 JR 玉造駅のすぐ近くに二軒茶屋跡がありました。玉造は奈良街道の起点ですので、その旅人向けの茶屋が2軒建っていたということです。早速ありましたね。暗がり越え奈良街道。はい、ちょっと古い街道っぽい狭い道です。ちょっと雰囲気がありますね。暗がり越え奈良街道は大阪から生駒山地の暗がり峠を越えて奈良へ向かう古い街道で、奈良街道、伊勢参宮街道の一つです。大阪と奈良を最短距離で結ぶ約34キロの道で、日本の道100選にも選ばれています。はい、あちらの方から来まして、この長堀通りを斜めに横切ります。はい、こちらです。はい、こちらが高麗橋からの一里のところにあるという道標です。古い地図が掲げられてます。これが大阪城ですね。でこっち側が北で、今東に向かって歩いているので、これでいうと上の方に向かって歩いてるんですが、多分この道かな。こうずっと行って、でこれですね、これが玉洲橋で、ここが暗がり峠。今と全然違いますね。はい、また古そうな道標を見つけました。はい、こちらにはこれの左へ山頂常禅寺ですかねと書かれています。伊勢参宮おかげ参りの時は1日7、8万人の旅人で賑わったと書かれてますね。はい、みんなここの道を通って伊勢の方に向かったということです。はい、今里駅の近くですけども、はい、現代的な道標がありました。もうさっきから結構頻繁にあるんで、かなりアピールしてますね、この暗がり越え奈良街道。はい、熊野大神宮です。熊野大神宮は古い熊野信仰の神社で、1400年以上の歴史を持つとされています。石山合戦などで被害を受けましたが、その都度再建され、江戸時代には大阪城代が社参する格式が高い神社でもありました。はい、こちらもまた古い道標です。左奈良伊勢道と書かれています。文化3年に建てられたようですね。この道標の上のところには穴が開いていて、ここに明かりを灯して、はい、街灯のような感じになってたと思われます。大阪高麗橋原標2里ですかね。はい、そう書かれてます。はい、天神社です。天神社は
もともと御厨神社と呼ばれていました。御厨という地名は平安時代、この地から朝廷へ魚介類が献上されていたことに由来します。おお、これはすごい立派なクスノキです。幹回り6メートルで市内で最も太いクスノキだそうです。こちらの古いお屋敷は上田家住宅と言って、この七街道を通る大名たちがここで休憩していったそうです。今近畿道の下をくぐっています。でそこが中央環状線で、その上が大阪モノレールの延伸工事しているところです。ちょっと途切れてますね。向こうに門真があって、そこから今先を作っているところですね。あっちもまだ途切れてます。こちらに古そうな道標を見つけました。右八尾、左枚方、すぐ奈良生駒。もう一つ別の道標がありまして、こちらはすぐ石切ひょうたん山奈良と書かれています。こちらが八剣神社です。こちらにも道標がありまして、これは移設されたものらしいです。右ひょうたん山ですね。これはひょうたんの形してます。このおかげというのはおかげ参りのことらしいですね。生駒さんがだいぶ近くに見えてきました。鉄塔がいっぱい立ってるところが山頂ですかね。実は生駒山は一度も登ったことがないので、どこが山頂かわからないんですけれども、こちらはラグビーの聖地と言われている花園ラグビー場です。ラグビー場からすぐのところに松原宿跡というのがありました。こちらは奈良街道の唯一の公式の宿場だったようです。右奈良伊勢道で、左大阪道。ここは陸橋を越えていきます。箱戸の東という交差点ですけど、ここに道標がありまして、東へすぐ奈良伊勢道と、南へすぐ高野道と書いてあります。ここは、奈良街道と東高野街道の交差点だったようです。こう南にこう行くと、高野山の方に行くと。でこのまま東にまっすぐ行くと、奈良伊勢の方に行くというところで、ここが2つの街道が交わっていたところ。もう生駒山が目の前に迫ってきています。徐々に傾斜がきつくなってきました。ここから本格的に暗がり峠に登っていきます。坂がまだ始まったばっかりなんですけど、めちゃめちゃきつい。この狭い道、国道308号線らしいです。こんな狭い国道もあるんですね。この急な坂道を車も頑張って登ってます。お休みどころお茶屋さんがあります。そして暗がり峠まで2キロ35分。ただいまの気温が22度です。暑い。暗がり峠は
生駒山地を越える標高約455メートルの峠です。急勾配と狭い道幅が続くことから日本一険しい国道とも言われています。暗がり峠という名の由来には、木々がうっそうと茂り昼間でも薄暗い山道だったためという説や、険しさのあまり暗返りと呼ばれたことに由来するという説などがあります。はい、こちらに松尾芭蕉の句碑があります。はい、松尾芭蕉は奈良から大阪に向けて暗がり峠を越えて、その後大阪に入ってから亡くなったそうです。はい、暗がり峠はまだまだ先なんですけど、ちょっと展望台の方に寄り道していこうと思います。はい、こちらが展望台です。おお、すごい。はい、大阪のビル群からあちらがあべのハルカスですね。はい、大阪の市街地が一望できます。気持ちいい。はい、なかなか思った以上にきつい坂ですね、ここは。はい、まだまだ上りが続きます。もうだいぶしんどい。ここから暗がり峠まで800メートル。この上りが800メートル続くとなると結構辛いですよ。こちらは何でしょうか。工房の水。生水は飲まないようにしましょうって書いてありますから、そのままは飲めないみたいです。はい、こちらですかね。これが工房の水。はい、さっきより少しシャドウが緩やかになってきました。はい、峠も近いんでしょうか。はい、急に開けたところに出てきました。田んぼもありますね。ここから石畳の道になります。奈良県生駒市と書いてあるということは、ここが暗がり峠。そうみたいですね。ここが峠ですね。書いてある。暗がり峠。暗がり峠着きました。やったー。しんどかった。石畳が残っていて風情がある峠ですね。奈良の方に下っていきます。大阪から生駒山を越えて奈良の方にやってきました。はい、下りは下りで激下りなんでこちらも大変です。なんかキャンプ場みたいのがありますね。テント張ってる人がいる。はい、ずっと下ってきまして、こう道が続いてるんですけど、こっち側が国道みたいです。古い道でしょうかね。こっち側がもう車は通れなくなってますけど、一応まだ正式にはこっち側が国道380号線みたいですね。石像阿弥陀如来立像ということです。ちょっと上の方が欠けてますけど、はい、生駒の町がだいぶ近くに見えてきました。はい、今日はもう夕方近くになってきたので、ここ降りたところにある南生駒駅で終わりにしようと思います。はい、南生駒駅到着しました。今日は大阪の高麗橋から暗がり越え奈良街道を通ってここ南生駒駅まで来ました。
次回はまたここからスタートして、奈良街道の続きを行きたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終了です。お疲れさんでした。はい、こんにちは。大阪から伊勢への旅2日目です。前回は生駒山を越えて、ここ南生駒駅までやってきました。今日はここから奈良街道の続きを行きまして、春日大社の方まで行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、駅を出発してすぐ急な坂道に入りました。こちらの木にお伊勢参りの札がかかっています。伊勢本街道保存会の方がかけたようですね。はい、この道が伊勢につながっているというのがああいうのを見ると分かります。なんかあそこは足湯がありますね。はい、そしてこちらに見えているのが昨日越えてきた生駒山です。暗がり峠はあの辺ですかね、ちょっとへこんでるところ、あそこら辺を越えてきたんじゃないかと思います。さっきまで広い車道だったんですけど、急に山の中に入って道が狭くなりました。はい、結構今日も天気が良くて暑いです。こんなところに名もなきお地蔵さんが立っています。このぐらいの時期は虫が出始めます。はい、夏の低山はこれが嫌ですけどね。またありました、お伊勢参り。この上に石仏があるみたいなんで見てみましょう。昔はここが本当の道だったのかな。木陰に入ると結構涼しくて気持ちいいです。はい、古い道標がありました。なんて書いてあるのか。こちらは南八田山と書いてますね。こっち側はちょっと、こちらの古い建物が追分本陣村池住宅と道標も立ってますね。右大阪道、はい、ここが大和郡山との分岐点であるため追分の本陣と呼ばれているそうです。こっち側行くと大和郡山ってことかな。常夜灯ですかね。はい、だいぶ下まで降りてきました。古いお屋敷ですけれども3階建ての蔵があります。3階建てって珍しい気がしますね。はい、あちらに見えてるこんもりした山は水仁天皇陵だそうです。蓬莱山古墳ですね。はい、こちらの道標は水仁天皇陵南2丁、安康天皇陵西10丁と書かれています。天ヶ辻駅に到着しました。こちらに巨大な道標あります。今天ヶ辻駅にいますけれども、このままずっと東の方に進んでいきます。はい、ここで国道308号線と合流します。はい、あちらに見えているのが平城京の朱雀門です。はい、JR の奈良駅までやってきました。
奈良駅の近くに来るのは結構久々で、全然記憶に残ってないです。こんな感じだったっけなっていう。この辺で昔高速餅つきをやってた気がするんですけど、あれか、餅って書いてあるわ。本日定休日、残念。こちらが猿沢池です。伊勢方面に行く場合はここから南に下っていく上街道というのがあるんですが、それを通って桜井の方まで行くんですけれども、それは次回にして、今日はこのまままっすぐ行って春日大社の方でゴールしたいと思います。春日大社に行く前に興福寺の方に行きたいと思います。こちらは西国33所霊場の9番札所です。御朱印もらう人は並んでますね。五重塔は修理中なんですね。令和大修理って書いてある。これ昔なかったような気がするんですけど、再建されたのかな。中金堂は興福寺伽藍の中心となる最も重要な建物でしたが、1717年の火災で焼失しました。その後は長く仮堂のみが建てられていましたが、2018年に創建当初の規模で再建されました。春日大社の一の鳥居です。春日大社は奈良時代の768年、藤原氏の氏神を祀るために創建された神社で、全国約3000社の春日神社の総本社です。神仏集合が進んだ平安期以降、春日大社と興福寺が一体となって大和一国を支配するほどの権勢を誇りました。また主祭神が白鹿に乗って春日山に来臨したという伝承から、鹿は神の使いとされ、春日大社の象徴になっています。春日大社の本殿に向かってるんですが、よくよく考えると春日大社、今まで一度も参拝したことがない気がします。はい、春日大社の二の鳥居です。はい、藤の花はもうちょっと先のようですね。まだちょっとしか咲いてないです。はい、春日大社を参拝してきました。奈良街道はここまでなんですけれども、まだ時間があるので、ここから若草山の方に登ってみたいと思います。若草山入山ゲートと書いてあるけど、若草山入るのにお金がいるのか、それは知らなかった。はい、入山料150円でした。はい、こちらが若草山です。めちゃめちゃ綺麗に芝生が刈られてますね。若草山は奈良公園の東端に位置する標高342メートルの山で、なだらかな三段の丘の形から三笠山とも呼ばれます。山麓の南北2カ所の有料ゲートから登山道が整備されており、山頂まで30から40分ほどの比較的気軽に登れるハイキングコースです。
結構登ってきましたね。すごい。いやー、すごいな。あそこに見えてるのがこの前越えてきた生駒山ですね。今日はそこの麓からずっとここまで歩いてきました。はい、そしてあれが金剛山でしょうか。はい、あちらが山頂でしょうか。ちょっと行ってみようと思います。まだ先があるのか。四徳山の山頂はあそこみたいですね。せっかくなんで山頂まで行こうと思います。はい、若草山の山頂にはうぐいす塚古墳というのがあるらしいです。いやー、ここからもすごい眺めだ。さっきのところよりもだいぶ高いですね。大阪から伊勢の旅2日目、南生駒駅から出発して、ここ、奈良の春日大社まで来ました。はい、今日はほとんどロードだったんですけれども、奈良の街を、歩くのは結構久々で、はい、しかも、春日大社とか若草山とか実はまだ行ったことがないところが結構あって、はい、そういうところを歩けたのがなかなか新鮮でした。次回はまた奈良からスタートして、南に下る上街道というのを通って桜井まで行きたいと思います。はい、まだまだ伊勢は遠いです。それでは今日はこれで終了です。はい、お疲れさんでした。